皆さんこんにちは。リターンライダーズです。はい、今日はですね、リード125につけておりますリアケースジビの B33NM というものなんですけども、これのですねストップランプを、点灯させようというようなことをやりましたので、その中身についてお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずこのジビのですね B33NM というリアケースについてちょっとだけお話をしたいと思うんですけれども、そもそもリード125はですね小ぶりで取り回しが非常にしやすいということもあるので、あんまり大きいものをつけるというよりは小ぶりなもので、でもそこそこ荷物が入るものにしたいよねということで、嫁もですねこれ結構使ってますのでね、お買い物に、便利なように、やらなきゃ怒られるぞというようなことなわけでして、そういう形でですね、30リットルぐらいで四角いやつというようなことでですね、探したのがこれでした。B32 っていうモデルもあったんですけども、リアランプはですねいずれつけようと最初から思っていたので、反射板がついてるのがですね B33 だったということでこちらを選んでいます。ジビのリアケースは、ものによってはですねストップランプを後からつけられるようにキットが出てたりするわけですね。なので最初買う時にキットももう買っちゃおうと思ったんですけど、探してもないということが分かりまして、それなら自分で反射板ね赤く光るところはついてるから、そこに裏側から仕込んでやっちゃえと思って買ったということです。ただ後で分かったのは、このケースって B33 向けキットは出ていないんですけど、一般的にこのジビのケースに使う部品がそのまま入るようになってまして、それどういうことっていうことを思われる方いらっしゃるかもしれませんが、だんだんおいおいこれお話をしていきたいと思うんですけども、キットのほとんどが使えます。使えないのは LED のランプ部分だけですということなので、他のリアケース向けのキットを買ってきて、で LED 部分だけ自作しましたということをやっています。というわけで、順番に何をやったかというところをですねお話ししていきたいと思います。はい、それではですね、ジビのケースの LED ランプ周りのお話をしたいと思います。まず赤い、ところをですね外すということで、ネジが4本ありますので、これをまず外しますということです。ネジを外したら上側にパコンと外れるようになっています。外すと中にはですね、ステンレスの薄い板が入っておりまして、これもちょっと加工しなきゃいけないということになります。ビニール線をですね中に入れる穴がもうあらかじめ用意してあるんですね。はい、ちょっと、LED の発光確認ということです。LED テープをちょん切りまして、ハンダ付けをしましたということになりますね。はい、そこから、切ったものをですねちゃんとつくかどうか確認をいたしまして、あとは取り付けということです。ちゃんとスペースが用意されてるんですね。はい、先ほどのリード線のですね、部分に穴を開けるということをやりまして、あとはそこにリード線突っ込みます。ちょっと狭かったですけど無理やり突っ込んで、まとめていきますということになります。右と左と両方やるということですね。それでですねこのステンレス板なんですけども、塞いでしまうのもいけないので、まず位置合わせをやってですね、それでマジックでだいたいこんな感じでカットしますよというところを、片方だけつけるということをやりました。こんな感じで、上からですねパコンとはめると、だいたい LED と合うというような、なんとなくね合ってますね。あんまり美しくないですけどいいだろうというような感じかということです。
ステンレス板をですねちょっとこう両方同じ形にしたいということでマジックでですね気学線のようなものを引いて、これはカッターで十分に切れましたということですね。はい、右側の LED の状況ですね。ビニールテープで防水をするというような感じになっています。はい、裏側内側にですね出てるビニール線はこんな感じでして、左側の LED、それから右側の LED ということで、なんか変な風に見えますけども、これ直しました後で。はい、そんなわけでですね中のビニール線は4本まとめてジビのキットのコネクターにつなぎます。これちょっとやりにくいんですが、別にネジで締めるだけというようなことになっています。はい、それで完成。パチッとやるとこういう風に四角くきれいにまとまりまして、これですねジビのケースには、この、端子をグッとつけるところがすでについているということで、条件に応じて接着剤の中で、はい、でこれは相手側の、圧着端子のバネはビヨンビヨンとなっておりまして、蓋とそれから下のケースと共通させるという役目になります。こちらが蓋側のパンケースですね。防水テープでつながっています。次に、ケースのですね穴開け加工をやっていきたいと思います。はい、これがケース下面の部分で、ちょうど丸い穴が開いてますよね。外側から見るとこんな風になってます。そこにですね穴を小さいのをたくさん開けてニッパーとカッターでですね、成形していくという作業をやりました。穴が、はい、開いてます。ちょっと見にくいですけれども、はい、そこにですね、部品をですね組み入れていくということなんですが、ここもですね結局これもう標準部品がそのままはまるような形になっておりますので、これケースとバイク側の台ですね、そこの間の導通を測る、部品ですけども、それを向きを合わせてパチンとはめると、割と簡単じゃ実はなかったですけど、割としっかりできるということです。内側見ていますけれども、これまだカバーかけてない状態ですね。ちょっと注意事項があります。こんな感じでですね下側のケースには、電源をですねこう上の蓋の LED に流すところまでの、線とそれからコネクタがつくということになっておりますので、このピンは押すとですね組むようになってますね。バネでビヨンと押してビヨンと戻ってくるようになっているというわけです。でこれちょっと注意して見ていていただきたいんですが、これ押すじゃないですか。押すとリード線も動くんですよね。どういうことかというと、ケースにつけた後にこのリード線をですねケースにテープでがっちり固定したくなるじゃないですか。がっちり固定しちゃうと、ピンが動かなくなっちゃうということです。これが動くようにあんまりそこはテープでがんじがらめにせずに、下の方だけテープでがっちり固定しましょうという感じです。ここを注意しないと動かなくなりますよということです。グイッと、バネで戻ってくるということですね。でそれが蓋側のこの端子に接触して常に押し付けられていることで電気が通るということです。バイク側のベースプレートの穴開けを進めていきます。まずリード125の、あれですね、リアキャリアの穴というのはちょっと特殊でですねジビのケースと合わないので、うちではですね R スペースっていう間に挟む板を使っています。こちらがベースプレートの裏側にある穴の部分ですね。ここに裏側から穴を開けまして、あとは先ほどと同じようにニッパーとカッターで穴を開けるということをやりました。できるように成形してあげると、ここに部品がはまるということですね。はい、というわけで本体側の話なんですけれども、ブレーキランプの電源を取らなきゃいけないので、はい、それをですねこれを外すということをやります。よっこらしょっとシートごと外す感じで、おおこんな風になってんだ、初めて見たという感じでしたね。でコネクタがですね今ちらっと見えたのが、使うコネクタで、
はい、そこテープを外してあげるとこんなのが出てきまして、どこにブレーキの電源出てるのかなっていうのが分かっているところです。それでですね、はい、コネクタを作りますと、あらかじめ何を使うか分かってたので、これ安物のカシメ工具で大変でしたが、コネクタにピンコネクタを挿して防水をして、それを、バイク側に、挿しますということで、もうですね、外が真っ暗の中でつないで、防水したというようなことで、はい、つくでしょうかということです。さあ、嫁に手伝っていただいて、ついた、はい、ついた、はい、つきましたと、これでいいのかどうかね、わかんないですけど、一応こうちゃんとね光るようになったということじゃないでしょうかね。はい、ということでとりあえず、なんとかうまくいったぜという形ですね。はい、どうですか、結構明るいですよね。ちょっと眩しいんじゃないかと思ったんですけど、昼間見るとねそんなにね目立たなくてあれと思ったんですよね。はい、このブレーキランプはこれだけですので、それだけじゃなくてこっちもつきますよということでした。はい、というわけで最後にですねまとめをしていきたいと思います。今回、ジビのですねリアケースのブレーキランプを点灯させるということをやりましたけど、あれですね、今回思ったのは1日半ぐらいかかっちゃったんですよね。間にご飯食べたりとか他のことやったりとかしてますけど、3、4時間で終わるんじゃないかと思ったんですけどね、自分は相当遅いと思うんですけど時間に余裕を持つには越したことないと思います。今回注意点は、今回のリード125は、JF45 という2021年までのモデルですので、JK12 っていう今のモデルはですねコネクタ変わってると思いますので、そこは注意していただきたいと思います。それから今回使ったジビの LED のキットなんですけど、自分はね LED テープを別に買って、それを加工してつけたんですが、ひょっとするとキットの LED 使えたかもしれないなってビデオを作ってて、思いました。そこはちょっと可能性あるかもしれませんということですね。というわけで、今ご覧になっている、動画は、これ去年静岡行った時のビデオなんですけどね、これまだ上げてないんですね。はい、ちょっと1年遅れになっちゃいますけど、またおいおいと、この時の様子もですね上げていきたいと思います。はい、というわけで、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。